ジャパニーズポッドキャスト with 桜子。皆さん、新年明けましておめでとうございます。桜子です。いつもジャパニーズポッドキャスト with 桜子を聞いてくださりありがとうございます。2025年になりましたね。皆さんは年末年始をどのように過ごされましたか？私は仕事を収めた翌日から三重県にある私のおばあちゃんの家に行きましたよ。1週間くらいと長いことを言っていました。私の両親の親、私のおじいちゃんおばあちゃんが両方とも三重県にいるので、両家のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くという感じです。私のお父さんお母さんもリタイア後は三重県に戻っているので、自分の親にも会いに行く意味もあります。おじいちゃんおばあちゃんも高齢なので、できるだけ会えるときは会いに行きたいなっていう感じです。年末は仕事が12月28日まであったので、29日に出発したんですね。行く前は本当に慌ただしくてバタバタしていました。帰省してからは本当にゆっくりとした時間を過ごしましたよ。田舎の自然あふれる場所なので、時間に追われることなく、のんびりしました。家族で釣りに行ったり、ボードゲームやカードをしたり。皆さん、カタンって知っていますか？カタンって1ゲーム2時間くらいかかるんですけど、この休み中に3回しました。こういった時間の過ごし方ができて、冬休み最高って思いました。さて、2025年はどんな年にしたいか、昨日目標を考えておりました。一番の目標は、もちろん、ジャパニーズポッドキャスト with 桜子の YouTube チャンネルをもっとたくさんの人に見てもらうことです。具体的な数字の目標としては、登録者1万人を目指します。自分が投稿していて思うことは、耳だけでなく、やっぱり動画で伝えた方がわかりやすかったり、興味を示してくれる場合もあると思うので、Vlog みたいな動画にも挑戦したいです。この目標に関連して、自分が皆さんとのポッドキャストを通じて何をしたいのか考えたとき、独りよがりにならず、日本語を勉強する方々にとっても役立つ内容をお届けしたいなと思いました。私だけの知識や考えだけでなく、語学学習のきっかけになるようなことをもっと伝えていきたいです。そのためにも2年をめどに日本語教師の資格を取得したいと考えています。資格取得には勉強が必要なので、しっかりと学習時間を確保したいと思っています。国家資格になるので簡単に取れる資格でもないですしね。私はもともと勉強が好きで、仕事の合間にも取り組めるタイプなので、勉強は大変だけど頑張りたいです。ただ、この1年で全てをやろうとすると、YouTube 投稿の頻度が落ちてしまうかもしれません。だから2025年は YouTube に注力し、その次の2026年頃に試験を受けるための学習を進める計画がいいと考えています。健康面については最近体がどんどん硬くなっているのを感じていて、運動する習慣をつけたいと思っています。実は今は週に1回整体に通っています。主に骨盤矯正や反り腰の改善に取り組んでいます。体が硬くなり歪んでいるのが原因なので、それを少しずつ整えていきたいです。あと、運動習慣として週に2回の運動と毎日のストレッチを取り入れ、いつまでも元気で健康な体を維持したいと思っています。最近代謝が落ちていることも気になっていて、少し体重を落としたいとも思っています。この2年で3キロほど太ってしまったので、それを元に戻し、可愛いお洋服を着られるようになりたいです。素敵なレディーでいられるように、これからも頑張ろうと思います。もう一つ大事な目標があります。それは英語力の強化です。今自分が何かを調べるとき、母国語である日本語で情報を探すことがほとんどです。
でも海外の人がどう感じているのか、海外のニュースや意見をもっと知りたいと思うんですよね。将来的にはもしかしたら海外に住む可能性もありますし、自分の可能性を広げるためにも英語をもっと話せるように、そして理解できるようになりたいっていう気持ちがあります。それを目指して英語力を強化していきたいと思っています。具体的な目標としては、現在の TOEIC スコア635点を700点以上に引き上げることです。なぜ英語力の強化を考えたかというと、実は以前から目指しているものがあって、昨年12月中旬にそのチャンスが突然訪れました。本当に予想外のタイミングで急に舞い込んできたんです。挑戦したい、頑張りたい、やってみたいっていう気持ちは強かったのですが、家族のことや仕事の状況などいろいろな条件が重なり、そのチャンスを諦めることになりました。自分の中でずっと目指してきたものだっただけに、そのチャンスをつかむことができなかったことはとても悔しかったんです。でも人生には自分だけの問題ではない場面もあるものだよねって。だから今回は縁がなかったのだと自分に言い聞かせています。ただその経験を通して、次にチャンスが来た時必ずつかむためにはどうすればいいのか、自分の武器を高めるには何が必要なのかと考えました。そしてその答えが英語力の強化でした。その挑戦したいことは専門性の高い知識や経験が必要なものです。今の自分にはいろいろな要因が重なって挑戦できない状況ですが、挑戦できる時に備えて辛抱強く待ちながら自分にできることを進めておく必要があるなと感じました。その間に自分を成長させる手段として英語力を高めることが最善だと思っています。もちろん英語でいろいろなことを理解したいというのも重要ですが、一番大きな理由は今挑戦できないもどかしさを英語力を高めることで正当化したいという思いですね。それを2025年の目標に掲げ、TOEIC で700点を目指して頑張ります。あとプライベートな目標としては、着物をもっと着たいなと思っています。さっきも動画ポッドキャストに挑戦したいとお話ししたんですけど、それを着物で撮りたいっていうのはずっと考えてるんですね。今年は結構忙しくて、あんまり着物を着る機会がなかったんです。日常的に着物を着る人になりたいと思っているので、動画を撮ることを一つのきっかけとして、自分の生活の中にもっとお着物や和の要素を取り入れていきたいなって思います。皆さんもこういう動画が見てみたいというのがあれば、ぜひコメントでリクエストして教えてくださいね。それから自分の内面に関する目標としては、忍耐強くなること、辛抱することが挙げられるかなと思います。私は今子育てをしているので、子供がびっくりするようなことをしたり、予想の斜め上を行く行動をとることがよくあるんですね。そういった時、心がもっと広ければいいのになと自分で思うことが多いです。感情的になることは自分自身にも良くないし、家族にも良くないですよね。だから心を広く持って余裕を持つことを大切にしたいと思っています。家族に寄り添うということも大事な目標の一つです。どんな時に自分が感情的になるのかを分析してみたら、時間に追われている時なんですよね。時間がない時に焦ったり、感情的になったり、失敗しやすかったりするんです。だから時間に余裕を持つために早寝早起きを心がけたり、スマホや SNS をだらだらと見て時間を溶かしてしまうことを減らしたいなと思います。この時間管理の課題は本当に難しくて、もう2年くらい取り組んでいる気がします。でも友達とも話すんですけど、 SNS ってついつい見ちゃいますよね。特に TikTok なんかは時間が解けるっていう表現が本当にぴったりだなと思います。だから睡眠時間を削らないようにして計画的に時間を使うことを意識していきたいです。あと1年間で本を50冊読むのを目標に1ヶ月 4.2 冊読書したいと思います。時間の使い方がますます大事になってくるので、
目標がぶれないように意識したいです。2025年の一番の目標は、このチャンネルを通して日本の日常をもっとたくさんの人に届けることなので、今年も気合を入れて頑張っていきます。2025年もたくさん聞いてもらえると嬉しいです。今年もよろしくお願いします。今回のお話はここまでです。次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。